これでね、コックピットの方は完成ですね。いや、ちっちゃいなりにね、よくできましたね。いいですね。なんか、スケールがね、小さくってサイズが小さいんですけど、その割にはね、すごいよくできてるんじゃないですか。ね、このケーキのところとか、あとこの椅子のところにね、デカールが入りますので、今からね、デカールを作っていきたいと思います。まずは水を張って、まずはケーキを貼っちゃいますか。34、35っていう指定なので、これで言うとね、こっちのね、34とこの35ですね。デカールをね、剥がすときにちょっと一工夫があるんですけど、まずね、34番ですね、を剥がすんですが、全部切り落とさないで、この表面のね、一部だけを剥がすやり方をやります。まずね、カッターで軽く切れ込みを入れといて、表面だけね、剥がします。そうするとデカールがね、結構早く剥がれるんですよね。で、後で確認した時にもうすでにね、34番は使ってますよっていうのが分かりますので、表面だけね、剥がすようにしてます。で、あとね、一応水の方に浸したら、あんまりつけとかないでね、一旦ちょっと横の方に避けといてね、このまま水が浸透するのを待ちます。で、35もやっちゃいましょう。35もほんとね、表面の一部を、剥がすんですけど、ほんと表面だけ剥がします。はい。でね、水につけといて逃がしとくと。はい。私ね、いつもね、デカールを貼るときはこのタミヤのね、デカール専門のピンセット使ってるんですけど、これね、すごく使いやすいんでおすすめですね。これ一応概要欄にね、商品ページ記載しておきますので、もしね、よろしければ試してみてください。最初に剥がした34が左側の方にくっつくんで、デカールを貼り付けるときにこのね、マークフィットですね。これデカールの軟化剤なんですけど、これをね、つけとくとね、こういう特にね、凹凸の多い部分に関してはデカールの食いがすごく良くなりますので、これはね、使った方がいいですね。後でね、絶対差がね、出てくると思いますよ。で、あとね、こういう小さいのはね、そんなに目立たないんですけど、結構ね、大きいデカールになったりとかすると、このね、マークフィット使ってないとね、シルバーリングって言ってね、デカールの周りが白くなっちゃう現象が起きるんですよ。で、その時はこのマークフィットをね、使ってデカールつけると、うまくつくんですよね。はい、どうですかね。いい感じだと思いますよ。ちょっと上からね、またさらにつけときましょう。
結局ね、デカールをね、溶かしてるんですよね。ですごく弱い溶剤を使ってるんで、デカール自体が一気に溶けることはないんですけど、じんわりじんわり溶けてますので、これね、乾くとね、この凹凸にしっかりと馴染んでくれるんで、このまま置いときましょう。シートベルトがね、あるんですよ。これですね。じゃあこれも剥がしますか。でやっぱり同じように表面の一部だけね剥がします。結構大まかで大丈夫ですね。でビリってね破けちゃうこともあるんでね、ちょっと真剣にというか慎重にやった方がいいですね。慎重に剥がしましょう。でまた同じようにこの椅子のとこくっつけるんですけど、最初にね、マークフィットをつけておきます。これね何種類かあるんですよね。ストロングタイプって書いてあるんですけど、これ一応ハードタイプって書いてあるんですけど、ね、この下とこの上だったかな、なんか3種類ぐらい確かあるんで、それぞれにね多分溶剤の強さが違うと思うんですけど、でもこれで十分だと僕は思うんですけどね。まだかな、まだちょっとさすがに早いかな。もう少し置いときますか。はい、じゃあここにつけてきましょう。こんな感じかな。どこを基準にして入れたらいいんだろう。多分この辺なんだろうな。でももう少しこっちだな。はい、こんな感じですね。マークフィットでデカールをちょっと柔らかくさせて、この椅子のね後ろとかにも回し込まないといけないので、こんな感じですかね。これね、これこそまさにこのマークフィットのね出番というか、こういう時に使うみたいな感じでいい見本だと思いますよ。これ多分ね通常通りのねデカールでくっつけてたらね多分つかないんじゃないかな。要は軟化剤があるから、この椅子の形にデカールがね柔軟に形を変えて密着してくれるんですよね。だから多分これ軟化剤使わないとデカール多分ここまで柔らかくならないと思うので、多分ねつかなかったんじゃないかなと思いますけどね。こんな感じですね。あ、いいですね。いいですねこれ。じゃあねコックピットの組み立てを始めますか。一応部品を一通り準備しておいて、でまずはどれからやっていこうかな。後ろの椅子を止めなきゃダメか。まずね後ろの椅子を組み立てましょう。これがここに入るのか。流し込みで止めてしまいましょう。流し込みで止めると。で次にこの横のケーキですね。ここですね。どこだ、これ全然見えないな。ですね。こんな感じですね。で前のケーキがここにつくのか。
これでね、コックピットの方は完成ですね。いや、ちっちゃいなりにね、よくできましたね。なんか米粒みたいな作業続きましたけど、よくできたと思いますよ。次はね、機体の貼り合わせを行います。で、一応ね、念のために一回ちょっと仮組みをして、どこかね、干渉したりとかしてないかちょっと確認だけしましょう。大丈夫そうですね。はい。でね、貼り合わせの部分に、攻めラインをね塗っていくんですけど、どうしてもね合わせ目の部分はね隙間がというか合わせ目の線がね出てきちゃうと思うので、それはまあちょっと後で処理しましょう。とりあえず合わせ目に全部くっつけといて、接着を先にね済ませます。でこれしばらくこのまま置いときたいんですけど、これちょっとあれかな、これね洗濯わさみとかでね挟み込んでしばらく置いときましょう。結構模型屋さん行くとねこういうの止める専用の道具売ってるんで、皆さんもしねそういうの見かけたらね使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。今ねこのいろいろ乾かしてる間にこの主翼ですね、こちらの方のねちょっと加工をもう製作をね始めたいと思います。これ切り落とす前にねこれお話ししましょうね。これねまさにランダーゲートなんですよ。でランナーがこっちから入ってるんですけど、この合わせ面のところからね中に入ってるんですよね。なのでここを一緒に削り取らないといけないんですけど、で結局ねなんでこのアンダーゲートっていうのができてるかっていうと、例えばこっちから入れた時に真横から直接入れちゃうとこの表面をねヤスリ掛けしないといけなくなっちゃうじゃないですか。そうするとよく見るとねこういうとこモールドがね入ったりとかしてるんで、これまでね一緒に削っちゃうことになるんですよね。そうするとまた再生したりとかするのに手間かかっちゃうので、なのでこういうねアンダーゲートっていうのがねまあ結構最近多いんじゃないかな、こういうの使ってるところ。タミヤさんの中でもこういうとこちゃんと考えてるからねすげえなと思いますよね。アンダーゲートがないとね結局やっぱりこの横をね全部落とさないといけなくなっちゃうので、よく考えられてますよね。でこれ貼り合わせる前にちょっとね塗装を行わないといけないんですよ。なのでちょっと一応仮組みをして仮組みをしてでサフェーサーをかけてね塗装の方を行います。こんな感じですね。はい、こんな感じです。サイズ感小さいですよね。全然小さいよこれ。小さいけどでもあれですよね、このくらいの方が卓上で置く分にはね全然ちょうどいいサイズですよね。ほんと机の上に飾るにはちょうどいい大きさだと思いますよ。ちょっとサフェーサーかけますね。いやちょうどねこのランディングギアのあたりのところにねタミヤのこのインスト通りでいくとクリアグリーンとね
メタリックブルーを1対1で調色しろってなってるんですよ。なんですが、ちょっとライトグリーンが、ごめんなさい、クリアグリーンがね、ちょっと見当たらなくてですね。で、まあ、ちょっと、しょうがなくですね、ここだけミスターカラーのね、これで青竹色っていうのかなっていうのをちょっと使います。で、長谷川のゼロ戦とかだと、まあ、日本海軍機はね、大概ね、ランディングギアの中身この色の指定なんですよ。でおそらく朝食するとね、タミヤもこの色になると思いますので、ちょっとね、イレギュラーではありますが、ちょっとここだけ使いたいと思います。これはね、ちょっと溶剤でね、希釈しましょう。ちょっとラッカー系なんで、このまま使うとね、塗料の伸びがあんまり良くないんで、ちょっと希釈した状態のやつを使います。続けてね、この辺りをね、XF11 のフラットアルミかで、塗る指定になってますので、塗り上げてしまいましょうね。ここ塗った時に見えてきちゃうんですかね。コックピットとか入れちゃったら分かんなくなるような気がするんだけどな。はい、こんな感じですね。はい。じゃあね、主翼の方のね、接着をしていきます。こう入るでしょ。で、こう来るから、こっちか。もしね、隙間とかね、できちゃうようだったら、後で調整しますんで、とりあえず今はね、あんまり気にせずに、しっかり接着することだけを考えて止めましょう。洗濯バサミで留めておきます。はい、接着がね乾きましたので、コックピットをね機体に設置していきます。この周りに攻め台をつけますか。この周りですね。この周りにつけておいて、ここではめると。はい、こんな感じですかね。一応流し込みをね刺しておきましょう。こことでしょ。ここでしょ。で、はい。いいですね。なんかスケールがね小さくってサイズが
小さいんですけど、その割にはねすごいよくできてるんじゃないですかね。結構細かく出来上がったと思いますよ。これですね。これがここにつくと、これは XF1 で塗るけど後でいいか。これがここにつきますね。はい、この部品を入れといて、で流し込みで接着します。よし。はい。で、主翼の方をね早速取り付けていきましょう。ここにこう入るのか。こんな感じですね。こうやって入りますね。こう入るからこっちか。で、ここにつくとこんな感じですね。はい、いいですね。らしくなりましたね。よいしょ。ついに合体です。こんな感じか。はい。で、合わせて一緒に水平尾翼とね垂直尾翼の取り付けも行います。なんですかね。で、垂直尾翼でも方向舵になってる部分ですね。で、方向舵になってる部分を取り付けます。これとかね別パーツになってるんで、なんか場合によってはねこのラダーを少しこう角度変えたりとかするのもできるかもしれないですね。まあ加工がね難しくなければ、試してみるのもありかなとは思います。でまた別パーツになってるからリアルなんですよね。なんかこう本当になんか本当にこの部分だけ稼働しそうじゃないですか。多分別パーツにしてるのはそういう狙いがあるんだと思うんですけど、こういうところはねやっぱさすが
タミヤの製品だなっていう感じはしますよね。はい。で、一応これをしっかり固定させたいので、ちょっと一旦外すか、これを。で、つけといて、よし。はい、この辺かな。こんな感じですかね。じゃあちょっとまたこれでね、しばらく接着が落ち着くまでね、乾かせましょう。あ、ちょっと一旦ここにあれだな、流し込みしといた方がいいな。ここに流し込みを入れときましょう。ちょっと置いときましょうね。